大吉です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 M1X MacBook Pro 14インチについてですね、これすごいことになるんじゃないかということですね、こちらお話ししていきたいと思います。新型 MacBook Pro ですね。どうやらこれ新型 Pro 14インチですね。こちらの性能は16インチとやっぱ同じようなものになるのじゃないかっていうね、これ本当なのかっていうところだったりですね。また性能についてですね、こういったじゃあ構成というかね、スペック、CPU とか GPU とかどうなるのか、これ具体的にちょっと出てきてますので、解説して、したいと思います。また、気になるね、やっぱ発売時期とか価格について、こちらはね、もちろんのことですね。M1X、じゃあこのプロね、じゃあ14インチとか16インチ、じゃあ待った方がいいのかっていうところですよね。だったりとか、じゃあそれともじゃあ M1 の今の、13インチのね、MacBook Pro を買った方がいいんじゃないかなとか、どうするのかっていうところですね。増すべきかどうかみたいなところを最後にね、どうすべきかどうかみたいなところをね、最後お話ししたいかなと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのは定期的にアップしますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。この機会ぜひね、登録してもらうとですね、僕がもう本当にですね、死ぬほど、もう死にそうだけど、もうめちゃめちゃ喜びます。死ぬほど喜びます。ありがとうございます。通知ベルオンにしていただくとですね、最新情報が届きやすくなったりですね、コミュニティ機能でですね、Apple 製品、お得なセール情報とかもね、発信してますので、こちらね、見逃さないようにぜひ通知ベルオンにしてね、お待ちいただければと思います。あとTwitter もね、こちらタイムリーに更新してますので、こちらもね、フォローお待ちしております。ということで、まず新型のね、これ M1X MacBook Pro 登場待ち遠しいんですけども、M1X、この MacBook Pro についてはね、まず情報が出てまいりました。Twitter アカウントのディランさんっていうね、方からになるんですけども、彼のツイートはね、過去にもiPad Pro にね、M1 チップが搭載されるのじゃないかっていうね、ことだったり、そういったツイートとかあったりしたので、信憑性はね、ある程度あるんじゃないかなと思うんですけども、今回この彼のツイートで、秋に発表される両方の MacBook Pro をですね、同じチップと同じパフォーマンス、性能を備えているということですね。つまりこの秋に発表される両方の MacBook Pro っていうのは、MacBook Pro の14インチと16インチっていうことですね。つまりその14と16インチのパフォーマンス、性能っていうのは同じだということをね、このツイートでは言ってるということですね。これは非常にね、結構面白い内容かなっていうのと、プロ14インチの例えばね、購入を考えている方ですね、僕なんですけども、そういった方に非常に朗報なんじゃないかなと思いますね。僕もやっぱ同じチップですね。つまりApple シリコンである M1X が14とか16インチ、これ同じようにね、同じものが使われるっていうのは、僕もそうなんじゃないかなと思いますね。実際そうなると思います。というのも今のM1 チップ搭載の MacBook ですよね。これ2つ Air と Pro がね、今出てるんですけども、これ同じね、チップ搭載されてるんですよ。基本的な性能はなんで、同じなんですよね。この流れになるのは結構想定しやすいかなっていうところですよね。今までだとそのインテルのチップっていうのをね、使ってたわけなんですけども、インテル入ってるだったんですが、今 Apple シリコンっていう Apple が要するに自社で作ったね、ものが中に入ってるんですよね。ざっくりとね、やっぱそっちの方がコストがやっぱ当たり前なんですけど、安かったりとか、インテルは結構ライセンス料が高いとか言われてるんで、あとパソコンのやっぱ中身との相性ですよね。いわゆるOS とかって呼ばれる中で動くものが、やっぱりハードとね、この実際のものと一緒に自分の自社で作ることで、やっぱ親和性っていうかね、そういったものが良くなるとかね、それが Apple の強みとかであったりするんですけど、これってね、ある製品と結構非常に似たことをしてるんですけども、これどうですか皆さんね、これ何だと思いますか皆さん。これはね、もう皆さん今お手元でね、多分一番使ってると思うんですけども、iPhone ですよね。これもう完全にやってることが。この iPhone とか iPad もそうなんですけども、ここでやっぱ10年ぐらいね、もう培ってきた技術をやっぱ Apple シリコン、今のモデルだと M1 のね、MacBook とかにこれが入ってるんですよね。同じようなものが入ってるわけですね。iPhone で考えてみると特にやっぱ同じチップを使うのって、結構普通かなっていうところで、例えば今 iPhone 12と12 Pro で使われてるチップってね、性能ってこれ同じなんですよ。もちろん見た目のね、違いとかはあると思うんですが、ということで Mac もやっぱそうなるんじゃないかなっていうことが、結構考えやすいというか、とはいえ一応 M1MacBook Air と MacBook Pro に関しては、チップ中身が同じとはいえ、例えばじゃあ、熱を逃がすね、扇風機みたいなそのファンがAir には入ってなかったりとか、一応 GPU 性能、グラフィック性能、動画とか画像編集とかする部分に関してですけども、ここもやっぱ微妙にコア数が違ったりね、とかそういうのはあるんですけども、ただ14インチに関してはね、16インチとかの違いはほとんどないんじゃないかなっていうことが結構考えれるんですよね。基本的には本当画面サイズだけなんじゃない
ないかなっていうことが、このツイートから結構読み取れるかなっていうところだと思います。それでもやっぱ今までのじゃあプロの13インチ、16インチとかだったら、インテル版とかだとかなりね、性能に差があるんですよね。あったっていうね、言い方が正しいのかもしれないですけど、どうしてもやっぱりね、動画編集とか、例えば 3D のレンダリングとか、結構画像編集とか、重めのね、作業ですね。特にやっぱりその GPU っていうものをね、使うものに関しては、どうしてもね、やっぱり大きいモデルをちょっと性能を求めると買わざるを得ないっていうのがね、現状だったわけなんですが、それがやっぱりね、やっぱパソコンの頭脳であるね、CPU っていうのがね、どうしてもインテルに依存していってたことも、そういったことも要因かなと思うんですが、結局それはね、Apple Silicon が登場したことによって、結構その常識を覆してしまったというか、そんなことできんのみたいな。そこが結構大きいのかなと思いますね。例えばね、性能を求めると発熱の問題とかがね、あったわけで、さっき言った熱を逃がすね、ファンが必要だったりとか、それなりにやっぱね、パワーが必要なんて、電力がね、必要だったりするんで、電源のアダプターとかね、充電器とかめちゃめちゃでかかったりするじゃないですかね。Windows のすごいモンスター PC みたいなやつって。そういったものが M1 チップとかの場合は、高性能なのに、発熱が少ないっていうね、特徴を持ってるので、そういったものを Apple 出してきたので、14インチもね、僕も期待してるっていうところではありますね。なので次のプロの14インチとかは、本体とかも薄いのに、非常に高性能なんじゃないかなと、そこを期待してると。その14インチが今残ってる、プロの13インチの、インテル版がまだ、販売されてるんですけども、そこと置き換わる形でね、入ってくるんじゃないかなと。これがやっぱ同じような値段で買えてしまうっていうのが結構やばいんじゃないかなっていう。これは売れるんじゃないかなっていうところですよね。ざっくりと本当軽くなって、デザインとか変わって、性能がこうね、ガーンって上がってるのに、値段は変わらないっていう感じなんで、いい意味で価格に合ってないっていうことがね、発生するんじゃないかなっていうことですね。そうなっていくと、じゃあ16インチ購入する意味はね、どこになってくるのかっていうところですけども、そこはシンプルにやっぱ画面の大きさ求める方には、そこはシンプルにやっぱ画面の大きさを求める人はね、全然16インチでもいいんじゃないかなと思いますね。実際やっぱ画面が大きい方がね、作業範囲とか広くなったりするので、効率がいいっていうね、方もいらっしゃると思うんで、実際そうだと思いますけど、僕の場合だと、仮にその性能がね、変わらないのであれば、どっちかと持ち運び重視でいきたいんで、14インチのプロをね、買いたいかなと思ってはいるんですが、さっき言った今までだとね、やっぱ性能を求めると結構デカめのパソコンになってしまうっていうことがあったので、なんで非常にね、やっぱ携帯性を求める人に関しては、このプロの14インチっていうのはね、めちゃめちゃね、朗報というか、めちゃめちゃ嬉しい端末なんじゃないかなと思います。なんだかんだ僕もね、持ち運んだりもするので、ただ編集とかね、自宅でやるので、それだったら外部ディスプレイにつないで、その時はね、大画面で楽しむっていうね、その両方を、どっちかというと携帯性を重視したいタイプなので、プロの14インチ楽しみかなっていうところですね。ということで、じゃあ実際にどういったそのスペックの構成というかね、なるのか出てきてますので、ちょっと見ていきたいと思います。例えば現在のインテル版のね、16インチの MacBook Pro についてなんですが、選択できるオプションがね、めちゃめちゃ多すぎて複雑なんですよね。プロセッサーね、まだ2つとかでね、まだここはいいんですけども、例えばメモリとかも16、32、64か、3種類選べて、グラフィックのオプションもですね、ラディオンとか4つぐらいあって、容量も512から8テラまであるんですよね。これも5つあると。選ぶ方ももちろん複雑で分かりづらいっていうのはあるんですけども、これ逆に Apple 側からすれば、作る方からすればですね、それだけ部品を組み合わせて作らないといけないので、かなりね、準備とかもね、必要だと思うんですよね。こんだけいろんなね、組み合わせできるんで、つまりそれだけやっぱコストとかお金もかかってるんじゃないかなっていうところですよね。これもう少しね、やっぱり Apple 自体も簡単にしたいのかなっていうところが、Apple もやっぱ簡単にしたいんじゃないかなと思ってるところで、それをね、表しているのが今の M1 のモデルなんじゃないかなと思うんですけど、初めて登場したやっぱ M1 チップ搭載のモデルですよね。これを見ると分かりやすいんですけども、非常に選択肢がシンプルなんですよね。実際に見ていただけば分かるんですけども、メモリはじゃあ8とね、16ギガっていうもう2つだけで、あとはもうストレージ容量を選ぶっていうね、だけなんですよ。これはやっぱり Apple がやっぱ採用している理由としては、単純にやっぱもうコストが低く抑えれるっていうね、やっぱ安く作れるっていうところがあるんじゃないかなと思いますね。やっぱ選択肢が少ないと、さっき言ったようにそれだけ部品とか製造とかですね、非常にそういったものが生産がやっぱ簡素にできるっていうか、シンプルにできるんですよね。さっきのインテルの例えば16インチとかだと、プロセッサー選んでとか、メモリをいくつにして、じゃあグラフィック、容量もそうですけど、あれだけ選択肢があると、それだけ準備も必要ってことになるんで、飲食店で言うと分かりやすいんですけど、もちろんそのすごいメニューがあってね、もちろん選ぶ側と
して嬉しいかもしれないんですけども、それだけメニューあるっていうことは準備というか、材料とかもね、もちろんその共通の材料とかあるかもしれないですけども、やっぱりね、それだけあると準備も必要なんで、多分コストもね、もちろん上がりやすいと思うんですよね。というふうに M1X の MacBook Pro でも、結構ね、M1 チップみたいにシンプルなね、構成になるんじゃないかと思いますね。そういったことが言われてまして、表向きにはね、結構その選びやすいっていう、アップルは言い方をするとは思うんですけども、つまり、アップルにとってはコストが結構やっぱ下げやすいっていうね、側面があるっていうところですね。ということで、シンプルな構成になるんじゃないかっていうことが予想されるんですが、じゃあどういった実際に構成になるのかっていうところなんですが、それは、ルーク・マイアニさんっていう方がですね、主にじゃあ、これ4つにシンプルなね、構成になるんじゃないかというツイートがしてまして、動画もね、結構俺参考にしたんですけども、僕もここに関しては結構ね、やっぱその製造とかさっきの面を考えると非常にリアルだなと思いました。まずメモリがですね、16と32ギガの、2種類っていう、縦軸がですね、これあって、で、上のこの横軸っていうのが GPU のコア数ですね。いわゆるさっき言ったグラフィック性能で、GPU のコア数が16と32コアになるということですね。コア数は基本的に人間でいう脳みそのね、数だと思ってもらえば分かりやすいと思います。なんで多い方が性能がいいということ。それだけ分かってれば大丈夫です。ということで、まとめるとですね、メモリがなんで、16GB と GPU16 コアと、メモリ 16GB と、GPU が32コア、で、メモリ 32GB と GPU が16コア、そしてメモリ 32GB と GPU32 コア。これさ、組み合わせがなんで、もう4つしかないっていうね、ことですよね。これ非常にシンプルですよね。さっきの16インチとかと比べると。もちろんここに容量が、選択がね、あるとは思うんですけど、8TB ぐらいまでもしかしたら。はい。で、気づいた方もいると思うんですが、ちょっと待ってと。今ね、16インチには、さっき見たらなんか 64GB までメモリの選択肢があったのに、M1X ではなんかなくなってないですかみたいなね、ことを思う方もいるかもしれないんですけども、これも以前にね、マイアニさんがですね、なんかメモリ、記事もあったんですけどね、メモリがやっぱ 32GB までになるんじゃないか、16インチもみたいなことがあって、これどうしてじゃあないのかっていう理由としても、彼説明してまして、その理由としてはやっぱ先ほど話したようにですね、製造を、簡素化するためですね、つまりコストを抑えるためにこう4つになるんじゃないかなっていう、シンプルにすることでやっぱコストが下げれるっていうところですよね。あとおそらくなんですけども、メモリやっぱ64ギガの需要っていうのはそんなにやっぱ高くないんじゃないかなっていうところで思ったりもしました。メモリね、例えばこれ 64GB にするとこれいくらかかると思います？今のモデルで。はい。正解はですね、税込みで8800円ですよ。いやー、これなかなかそんな使う人いるのかなっていう感じしますよね。普通の人はいらないと思うんで、少ないよりはもちろんね、多い方がメモリもねいいとは思うんですけども、以前にね僕もメモリ 32GB、フルスペックにしてプロ、13インチですけど使ったりしたんですが、どっちかっていうと性能が劇的に上がったっていう印象はね全然正直、なかったんですよ。一応動画編集ね、してたんですけど、そういった意味では、やっぱりねメモリよりはやっぱGPU とか、やっぱ CPU とかにね依存する部分がやっぱり多いんですよね。なのでやっぱ CPU は人間でやっぱ脳みそになるので、Apple Silicon はですねユニファイドメモリってものを採用してまして、ざっくり言うと本来はバラバラにあるね、CPU とか GPU とか、あるものが、要するにこう一体化してるんですよね、全部こう。これ何がいいかっていうと、少ないメモリでより多くのことができるんですよね。やっぱ一体化連動してるんで、ざっくり言うとメモリもね今 8GB でじゃあ足りるんですかとかね、質問が以前あったりしたんですけども、大体インテル版っていうと 16GB ぐらいにね、相当するんじゃないかと言われてますので、なのでメモリじゃ 32GB じゃ足りるのかっていうねところに関しては、おそらくインテル版のね 64GB ぐらいには相当すると思うので、基本的には大丈夫なんじゃないかなと思いますね。M1 チップで僕もメモリ 16GB で使ってるんですけども、かなり本当負荷をねかかることをしない限り、同時にしない限りですね、大丈夫なので、アプリが特にM1 にねこうネイティブ対応というか、対応していればなおさらなのかなっていうところはありますね。詳しくはちょっとレビュー動画でねこうたくさんありますので、あえてこうメモリをね不足させてみたりもしたんで、はい、こちらは参考にしていただければと思います。ということで気になるねちょっと発売時期なんですけども、おそらく今年の10月後半から多分11月あたりになるんじゃないかなっていう、そこら辺が濃厚じゃないかなと思いますね。秋頃ですね。なんで早ければ9月とかに発表とかもみたいなね話もあるんですけども、おそらく半導体とか原料の不足とか他の製品のねアップルも発表はあるので、おそらく MacBook Pro がね最後になると思うんで、年内のなんで11月とかが結構現実的なのかなと思いますけどね。特に画面
面で搭載されるであろうですね、ミニ LED というね、新しい技術のものが入ると思うんですけども、これがやっぱ新しい技術ということもあって、結構大量生産がね、まだまだちょっと難しいのかなって、安定的な供給が。最近ちょっとね、安定してきたみたいなんですけども、なんでiPad の、ね、12.9 インチの新しいモデルにはミニ LED というものが搭載されてるんですが、これ発売当初ね、最近ちょっと安定してるみたいなんですけど、発売当初ね、全然在庫がなくて、もう2ヶ月待ちとか、全然あったんですよね。11月ぐらいまで気長に待つのがいいのかなと思いますけどね。で、気になるじゃあ価格に関してどうなるのか気になりますよね。結構高くなるんじゃないかって言われてるんですけども、先ほど説明したミニ LED とか搭載考えると、おそらく価格はやっぱ多少高くなるんじゃないかなっていうことは考えられますね。どれぐらいになるかっていうと、今の一応プロの13インチの、さっき言ったようにね、インテル版との置き換え、上位版との置き換えになるので、そこに14インチ入るわけなんで、だいたい税込みで今20万8000円ぐらいになるので、そこを下回ることはまずないかなということで、少なくともやっぱ20万円超えとか21万2万とかそこら辺になるんじゃないかなと、そこら辺覚悟しておいた方がいいかなと思いますね。16インチに関しては現在の価格がだいたい27万円ぐらいなので、それ以上になってくるかなというところですね。じゃあ最後、じゃあ14インチこれ新型待つべきなのか、例えばじゃあ M1 の今プロ13インチ買ってもいいんですかねみたいなところですね。迷うべき方もいると思うので、ちょっと僕なりにね、考えてみました。どうしたらいいのか。まずやっぱできる限りやっぱ高い性能を求めたいとか、もちろん新しいものがね、好きとかであれば、これ14インチのね、やっぱ新型ね、今まで言ってきたように結構待つ価値はあるんじゃないかなと思いますね。2016年にね、今の形にプロはなったんですけども、ということで約5年ぶりのね、結構大きめのかなりでかいアップデートになるので、おそらくやっぱ端子とかも今USB-C しかついてないんですけども、やっぱ HDMI とかですね、SD カードスロットとかも搭載されると言われてますので、要するに非常に大きなアップデートになるので、性能を求める方はね、これ非常に待つ価値はあるんじゃないかなと思いますね。僕も待ってるんですけど、やっぱり16インチと基本的なね、性能はやっぱ変わらないと思うので、こうなるとやっぱ14インチのベースモデルですよね。一番安いものが非常にこれコスパが高いということに、ね、なると思います。お買い得になると思うので、結構狙い目なんじゃないかなというところですね。とはいえそんな20万以上もね出せねえよっていうね方もいらっしゃると思うんで、特に学生の方とかね、いると思うので、性能もそんな新しいのも特に別に大丈夫かなって思う方は、正直ね M1 のモデルで全然いいと思いますね。M1MacBook Pro というのが、特にねこれ立ち位置的にねすごい微妙になるんですよね。プロの14インチが出るとコスパで選ぶんなら、Apple 製品ねこれ全般に言えることなんですけども、やっぱ性能が同じであるならやっぱ一番安いモデルっていうのがねコストパフォーマンス高いんですよね結局。つまりなんで M1 だったら MacBook Pro じゃなくて Air の方がねやっぱおすすめですね。僕も今使ってるんですけども、14インチのおそらく半額ぐらいね、多分10万円で買えて、インテル版のね一応今の16インチ以上のね、性能っていうのは基本的にやっぱ高いで、なんで M113 インチのプロ買うんだったらプロの14インチを数万円出して購入した方がなんかねデザインとかも新しいし、長くやっぱ使うって意味で考えるんだったらそっちの方が僕はおすすめできるかなと。逆にその長い目で見るとコストパフォーマンスはいいんじゃないかなと思いますね。なんでプロの例えば13インチで容量とかね、性能を結構持ったりするとですね、多分 3,4 万ちょっと出したらさらにそこに足したらもう14インチ買えるっていう価格に20万円ぐらいもうすぐいっちゃうんで、僕だったら14インチ買うかなっていうところですね。待ってといったところでですね、コストパフォーマンスならやっぱ M1 のこの MacBook Air、高性能を本当求めるんだったらやっぱ M1X14 インチなり16インチなりっていうところかなと、こう待つべきなんじゃないかなと思います。やっぱ13インチがねその間に挟まれても微妙なちょっと立ち位置になってくると思うんで、ということで参考になればね幸いです。ということで Apple ねやっぱ新製品情報もね、これから発表会とか随時ね出てくると思うんでアップしていきますので、こちらの動画少しでもね役に立ったなと思った方はぜひ、グッドボタンだったりねチャンネル登録お願いします。いちいちこう情報を受け取るの面倒だなってね、方はぜひ、通知ベルオンにしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。楽しみですねこれからのアップル製品が。さあいやー9月は大変だぜ。